世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はチュートリアルについてどういったものがいいのか考えていきたいと思います。現在開発中のこちらのゲーム、千葉津のぼらば竜の降る、戦闘にめちゃくちゃ力を入れているというか、ぶっちゃけ現状戦闘しか作ってないので、そりゃそうなるだろうっていう話ではあるんですが、できることが多くて、しかもそれぞれのアクションにちゃんと意味があるっていう作りになってるので、やっぱりどうしても操作方法が複雑になっちゃうんですよね。なのでチュートリアルに関してはかなり丁寧にしてあげる必要があるかなと思っています。ただこれは僕の好みにはなっちゃうんですけど、あまりにもベタベタしすぎる脂っこいチュートリアルってちょっと好きじゃないんですよね。シンプルにまとまっていて、情報は簡潔に読み取ることができるんだけど親切すぎないというのが理想というか、親切の押し売りっていうことにはなってしまわないように注意したいと思います。それでは早速いってみましょう。最近恒例になりつつありますが、例のごとくエルデンリング先生のチュートリアルパートを見返しながら考察していきましょう。学びのホラー穴、こちらが今回のチュートリアルステージです。エルデンリングって実質ソウルシリーズの続編だよねだったり、これぶっちゃけダクソ4じゃんみたいなことを言われることが多いエルデンリング。チュートリアルに限って言うと、今回実はかなり新しいことやってますよね。ソウルシリーズ時代は地面に書いてあるメッセージだけでチュートリアルを完結してしまうっていう、今考えてもかなり武骨というか、悪く言うと不親切すぎるチュートリアルでしたよね。その冷たさが逆に魅力的というか、デモンズを初めてプレイした時なんかはね、拡散の先兵にボコされて、なんだこのゲームって前のめりになっちゃったことを覚えてますね。案の定そこから深すぎる沼というか深淵にはまってしまって、今こうしてね、アルトリウスの契約を指にはめながらゲーム開発をしているわけなんですが、今回エルデンリングではメッセージ機能ではなく、こんな感じで画面の左側にね、システムメッセージとして操作説明が表示されるようになりました。非常にシンプルで分かりやすいですよね。ただ少し表示時間が短すぎるかもしれません。該当する操作を完了するまでは表示を継続するっていう風にするのもありかもしれないですね。これがまずチュートリアルを支える一つ目の柱となります。名付けるならシンプルな一言説明っていうところですかね。そしてもう一つの柱となる要素が、確かガードカウンターの説明の時に出てくるんですけど、これですね。敵の攻撃をガードした直後にカウンター攻撃ができる。こっちのシステムメッセージの特徴としては、まずゲーム内時間が停止していること、そしてプレイヤーが読了後にボタンを押すまではずっと画面に表示され続けることが挙げられますね。こちらの柱はそうですね、アクションの深掘り解説とでも呼びましょうか。一言一文だけでは説明しきれないような戦闘のコツなんかを伝えるのに向いてますね。この2つの柱だけでもうチュートリアルが完成されてるんですよね。基本的には前者のシンプルな一言説明だけでなるべく説明していって、どうしても説明しきれない部分はアクションの深掘り解説で補っていく。実に美しいですね。脂っこすぎない親切さというか、フロムがゲーム内時間を止めてくれるのってなかなかないことですからね。たまにこうやって出れてくれるとなんか嬉しくなっちゃうよね。ちなみに深掘り解説の方はインベントリにね、アイテムとして格納されるので、後からね読み直すこともできるようになってます。グッドですね。それでは自分のゲームの方で今言ったね2つの柱を当てはめていくとしたらどんな感じになるのか、ちょっと妄想していきたいと思います。このゲーム、千伐とちぎりの関係性とか、第一エネルギーメイを用いた魔法攻撃、あるいは武器投げだったりの特殊アクションとか、いろいろできることたくさんあるんですけど、とりあえずは最も基本となる攻撃、ガード、回避、この3つの基礎アクションについてのチュートリアルを今回は考えていきたいと思います。最初は攻撃に関してのチュートリアルから。まず一番最初にこの辺の距離感でロックオンについての一言説明を出したいですね。 R スティック押し込み、ロックオン。続いてそのまま抜刀納刀についての一言説明。四角ボタンで抜刀納刀を切り替える。最初はこの2つですかね。この辺は本当にどのボタンを押したらどういうアクションが出ますっていう、なんていうか箇条書きでも十分伝わる部分なので、さらっとね
一言説明で済ませていきたいと思います。あともっと基本的なことになるんですけど、例えば左スティックで移動しますとか、右スティックはカメラの操作に使いますみたいな、どんなゲームでもそれは共通だろうみたいな操作はもうこの際ね省いていくことにします。エルデンリングでも確かこの移動とカメラ操作に関しては説明なかったんだよね。あとキーマウでプレイする時も普通にね WASD とあとマウスでカメラ操作っていう感じの至って一般的な操作方法になってるので、説明なくても大丈夫じゃないかなと思います。ちなみになんですけど、このゲームパッドでプレイしてもらうのが推奨って感じのゲームデザインになってるので、ぜひプレイする際はコントローラーを用意してもらえるとありがたいです。ちょっと話脱線するんですけど、ゲームってやっぱりインタラクティブなコンテンツじゃないですか。つまりプレイヤー側とゲーム側が相互に作用し合って面白くなっていくものだと思うんですよね。例えばホラーゲームやるときは部屋を暗くしたりとか、強いボス戦の前にエナドリ飲んで気分高めたりとか、いろいろプレイヤー側が楽しむためにできることってたくさんありますよね。正直このゲームはかなりコントローラー向けに特化したゲームに仕上がるかなというふうに思うので、その辺はね何卒ご理解いただければなと思います。ではチュートリアルの方に戻りまして、続いての一言説明いきましょうか。次は攻撃入力についてですね。 R1 で側撃、 R1 の長押しで銃撃で、このタイミングか、もしくは少しねこの攻撃操作をしばらく試してもらった後に深掘り解説をね一つ挟みたいですね。深掘り解説その1、側撃は回避行動を咎めやすく、銃撃はガードを崩しやすい。こういうチップス系はねやっぱりどうしても文章になっちゃうんで、ゲーム内時間を止めて深掘り解説としてねゆっくり読んでもらう感じになるかなと思います。そして次は攻撃系のチュートリアルのラストですね。これも深掘り解説になるかなと思います。しばらくさっきのね側撃とか銃撃の操作感を確認してもらった後に出す感じで、深掘り解説。攻撃時に R スティックの入力で攻撃方向を制御できる。この方向属性っていう要素に関しては、システム側の作り込みがまだ浅いのでね、あんまり実は書くことなかったりするんですけど、本当はね以下のようなことも書きたいと思ってます。深掘り解説。装備している武器や攻撃開始時のキャラクターの耐性によって特定の攻撃方向からの攻撃が強化または弱化される。つまり例えばこういう右から左下への毛さ切りをしましたと、その後に攻撃を続ける場合ってやっぱり左側から切り返すモーションが自然だと思うんですよね。そういったつながりのいいというか、収まりのいいね攻撃を選択すればモーション同士の間隔が短くなるみたいなアドバンテージが得られて、逆に無理やりつなげましたよねこれみたいな、そういったコンボルートをたどる場合はそれ相応のディスアドバンテージがありますよみたいなことをやりたいんですけど、まだちょっとシステムの方ができてないので、今後ねぜひ実装して深掘り解説のところに堂々とねそういった類のことを書けるようになればなと思ってます。あとはガードと回避についてのチュートリアルなんですが、実はこれそれぞれが裏の卓になってるんですよね。先ほど攻撃のチュートリアルにて深掘り解説でね、側撃は回避を咎めやすく、銃撃はガードを崩しやすいみたいな文章があったと思うんですけど、つまりこれって逆を言うと、側撃はガードで防ぎましょうね、銃撃は回避でかわしましょうねっていうことになってるんですよね。じゃあこれらを一言説明と深掘り解説で表していきましょう。まずはガードから、初っ端から深掘り解説になりますね。深掘り解説。スタンスモード。L2 ボタンのホールドでスタンスモードに入る。スタンスモード中は相手の攻撃をガードできるが移動速度が低下する。これあれですね、赤狼のガードと同じですね。歩きオンリーになって走れなくなる感じ。また赤狼と同じくね、体感ゲージが回復するっていう効果も実はあるんですけど、ただこれ赤狼と違ってゲージをね画面上に表示しないつもりなので、どこまで書くかはちょっと少し悩みますよね。おそらくねふんわりと書く感じになるかなと思います。例えば、またスタンスモードは崩れた体勢を整える効果があるみたいな感じですかね。一応モーションの方でねうまくこの体感ゲージを表現できないかなっていう風に思ってるんですけど、ゲージが削れると姿勢が悪くなっていくみたいな、いつかチャレンジしてみたい要素の一つですね。
そういえばね、モーション関連で少し思い出したんですけど、ついにね、講談社さんがモーキャプのね設備を準備してくれたみたいなんで、今度ちょっとねその研修を受けることになりました。その研修が終わり次第ね、本当に近いうちにいよいよモーションの収録をやっていくことができそうなんで、そちらの方もね続報をお待ちください。それではチュートリアルに戻りまして、続いては弾きですね。ジャスガって言ってもいいかもしれません。L1 プラス R スティックの入力で任意の方向の攻撃を弾く。これもちょっと深掘り解説にした方がいいですね。L1 を押すタイミングと R スティックの入力方向、このどっちもが正しくないと弾けませんよみたいなことを注釈として書いておきたいですね。ガードに関しては大体こんな感じですかね。最後は回避についてですね。行ってみましょう。×ボタンと L スティックの方向入力で任意の方向へステップ回避をする。この時×ボタンを長押しあるいはダブルクリックするとローリングを行うことができる。これもちょっと深掘り解説として出した方が良さそうですね。内容自体はね、これ実際操作してみるとめちゃくちゃシンプルなんですけど、文章化するとねどうしてもちょっと長くなっちゃいますよね。じゃあ次のチップスがおそらくラストですかね。ジャスト回避について、相手の攻撃に対して方向を合わせて回避するとジャスト回避が発生する。これはつまりあれですね、右から来た攻撃に対しては右ステップ、左から来た攻撃に対しては左ステップっていう感じですね。これねちょっと分かりづらいのが、例えば上から来た攻撃に対しては前ステップしないといけないんですよね。同じように下から来る攻撃に対してはバックステップしないといけないんですけど、この辺がねちょっと他のゲームではあんまり見ない概念なんで、ちょっとその辺は詳しくね深掘り解説のところに注釈入れといた方がいいかもしれないですね。あるいはそのチュートリアルのね文章を表示するウィンドウに、直接ね動画を再生するみたいな機能もつけることができるので、このジャスト回避だけに限った話ではないですけどね、動画による実際の動きみたいなものも文章と一緒にね流したらより分かりやすくなりそうですね。というわけで以上が戦闘の基礎アクションに関してのチュートリアル構想でした。今回はねエルデンリングを参考にしてね、インゲーム中に左の方にちらっと表示される一言説明と、ゲーム内時間を止めてゆっくりと読んでもらう深掘り解説、この2つの柱を用いてチュートリアルの構想を練ってみたんですけど、やっぱりこれ完成されてましたね。このやり方で基礎アクション以外のね、他にも特殊なアクションたちがたくさんあるゲームなんですけど、ほぼ全てね問題なく説明できるかなと思います。おいおいねそのチュートリアルの進捗っていうのもお見せしていけると思うので、そちらの方も楽しみにお待ちいただければなと思います。それではね、この開発中のゲームの Steam のストアページのリンクを概要欄の方に貼ってるので、よかったらウィッシュリストに突っ込んどいてくれるとありがたいです。お時間ある方はぜひ他の動画ももう一本見ていってください。それでは今回はこの辺で失礼します。アンバサ